今回ですね、番組の視聴者さんから神奈川県にある道を調査してほしいっていう依頼がありまして、何年か前に新生湖へ行く際に迷って入った住宅街に謎のロータリーとその先に途切れた道がありました。ロータリーで U ターンではなく、その先に道があるのに住宅で遮断されているんです。これは確かに謎のロータリーだ。ロータリーの役目は交差点とかでシンボル的なものとして設置されたり、行き止まりで展開するのにクルドサックっていう住宅街の奥にロータリーを設けて戻れるようにするみたいな構造があったりします。ただここはほんのちょっと確かに道があるんですよね。クルドサックとはもしかしたらまたちょっと違う事情かもしれませんね。これだけ広い道が突然途切れているのも不自然ですね。結構珍しいと思います。この道の先にあるみたいですね。謎のロータリーがこの太い道の先にあると、完全に拡幅中の歩道は出来上がってますけど、車道もできてるんですけど、多分まだ生活道路として使ってるので、ちゃんと開通はしていないのでちょっと狭くなってますね。そうですね。ここから先はまだ工事中ですね。そうですね。まさに今作ってる感じが。路盤を今作ってるんで、でもマンホールはあるからすでに水道管とか埋めてるのかな。この道の先にロータリーがあるってことは、この新しい道とそのロータリーが何か関係してそうな気もしますけどね。そうですね。でまた交差点になりますけど、その先がまた広くなってますね。これもこの歩道の広さから考えて拡幅予定。今は1車線、1.5 車線。1.5 車線か。本当は多分2車線道路として今まで通ってきた道と同じ太さになると思いますだね。ここまで歩道を広く作って車道 1.5 車線の状態で一旦完成させるというのがちょっと変わってますね。2車線で作って、さっきみたいに少し封鎖するのが後で工事の手戻りも少ないと思うので。なるほど。さっきのところの方が簡単に撤去すればすぐ使えるようになるし、ここまで作ってしまってるのは少し変わってますね。なんかちょっと見えてきましたね。なんかちょっと看板がありますね。展開化ってなってますね。展開化ってなってますね。これがそうか。道の真ん中にちょっと見えてきたのがロータリーの真ん中の石が来まして、あそこにももう一個看板ありますね。この先行き止まり。この先行き止まり。もう念には念を。このロータリー、何も知らない人が走っていったら突っ込みそうですね。危険ですね。このままだと。このまま行くと真ん中の島の部分に知らないとびっくりすると思う。びっくりしますね。その割には看板がちょっと主張が小さいな。目線の低いところにしかないからロータリーの島が結構危ないですね。危ないですね。中央の島に反射材も何もついてないですね。ここまで放任主義なのも街中だと珍しいですね。奥にガードレールがあるので、その先に道が続いているかのようにちょっと一瞬見えますね。見えますね。道にしてるのが不思議ですね。そうですね。ゼブラゾーンで全部埋めちゃってもいいような気もするんだけど。になりまして、駐車場の入り口になってますね。だからマンション一般の歩道じゃなくても生活してる方だけの道路ね。なので歩道はここまでっていうようなことなのかな。歩道はここまで。
マンションとこの家の駐車場につながるとしても、あえて線を引いて道みたいにしているのはあまり見ないですね。いないですね。歩道の末端まで、末端まで行ってみましょうか。行ってみましょガードレールがあるけども、ガードレールがあるけれども、その先に道はなくて、道はなく、歩道も途切れていて、おそらくこの三角地までが道路の敷地。多分このガードレールも壁がないから、この民家の敷地に突っ込まないようにガードレールが設置されているんでしょうね。この道路の車道部分の終わり方も変わってますね。綺麗に三角状に終わってます。これもまた珍しい。両側の縁石が斜めに交わっていって、最終的に一点に収束しているというのも面白い作りですね。あとはこの先に道が伸びる予定はあるのか。そこですね。今まで歩いてきたところが工事してなければ、はい、いわゆる未成で終わるっていうような感じも考えられるんだけど、盛んに作っている最中だってことを考えると伸びそうな気もするし、伸びそうでしょうね。でも少なくとも建物が新しいのでね、その道との想像がちょっと難しい。やっぱりこの行き止まりのところで、この家が斜めに交差しているのが気になりますね。この道路の線形を無視して斜めに建てられているので、道路の計画ができた後に建った家かもしれない、そうですよね。その辺が線形の鍵になってくるかなとは思いますよね。かもしれないですね。ちょっと聞き込みしてみましょう。はい、じゃあ行ってみましょうか。視聴者の方が迷い込んだことがあるらしくて、ここね結構来るんですよ、迷い込んでね。はい、これがなぜこういう形になってるのかっていうのを、いや、それもその向こうの駅前から道路を通してバイパスをね、なんか貫通する道路を作る予定になってるんですよ。だけどここの部分は多分ね、しばらく作るつもりないからこうロータリーを置いたんじゃないかと。迷い込んでくる方が多いから展開できるようにしたっていうではなくて、もう最初からだからここまではねボーンと通すつもりだと思うんですよ。でここから先は随分先だなということで、私もこれ買うときにここの通りが通るっていうか多分便利になるだろうと思って買ったのもあるから、それはある意味心配してるから。こちらの正面の綺麗なアパートはもともとあった、いやいや、これもねよくわからんねんけども、これ割と新しいから、この道路があるはずなのにそこを作ってるんですよね。だからこの人はみんな言ってます。不思議だってね、あのうちとこのうちとかね建ってるから、不動産屋とかどういうふうに話をしてるのかなというふうに思いますよね。いずれこうなくなっちゃうのにものすごく不思議で、それは謎ですよね。めちゃくちゃ謎よそれは。で行かれるなら町内会長の栗原さんっていううちがある、そこ行かれたらいいんじゃないですかね。貸し屋が何軒か建ってますよね。そうですそうです。分譲じゃないと思うんです。計画がまだ先なんで、その間地主さんにその土地を利用するなとは言えないから、多分年収みたいなのが入ってるんじゃないですか。計画がある時には協力してほしいという。当時の区画整理の範囲ってやはりあの道の行き止まりまでが、そうだからここまでは区画整理の関係で整備できちゃうわけですよね。畑だったところだから。その先はやっぱり住んでる方がいらっしゃるから。ちょっと歩道がひどいですよね。そうですね。だからそれ多分あまり広げちゃうと勘違いして入ってきちゃう車もあるし、ここに住んでいる人が危ないんじゃないかということで、整備できるまではこういう状況にしようということになったのかもしれないですよね。